源氏物語イラスト役の愛です。この動画では古文速読トレーニングのやり方をお伝えしています。イラスト訳本編では原文と現代語訳が流れますので、一語一語照らし合わせて内容を確認し、その後に浮き出るイラスト訳で状況をイメージします。はじめは古語や文法もわからず、流し読みする感じかもしれませんが、そのうちに何度も出てくる重要古語や文法事項が頭に入ってくると思います。現代語訳が出てくる前に大まかな訳が浮かぶように、イラスト訳が出てくる前にイメージが湧くように、そこまで解釈できるようになれば古文速読の達人です。イラスト訳はどこからでもいいので、何度も見てトレーニングをしていきましょう。また後半では今回出てきた文法事項や古文常識などを解説していますので、最後までご視聴していただけるととても嬉しいです。それではイラスト訳本編のスタートです。光源氏の父親である桐壺帝は、たくさんの女房皇位がいる中、ただ一人それほど身分の高くない桐壺の皇位という女性を愛してしまいました。今回は前に出した動画のリメイクバージョンです。では行ってみましょう。父の大納言は亡くなりて、母、北の方南、古の人のよしあるにて、親、内串、差し当たりて、世の覚え、華やかなる御方々にも、糸を劣らず、何事の儀式をも、もてなしたまいけれど、取り立てて、はかばかしき、後ろ見しなければ、ことあるときは、なお、よりどころなく、心細げなり、先の世にも、御ちぎりや深かりけん、世になく、清らなる、玉のおのこみこさえ生まれたまいぬ。いつしかと、心もとながらせたまいて、急ぎ、参らせて、ご覧ずるに、珍かなる、稚語の、御形なり。一の巫女は、右大臣の女房の御腹にて、寄せ重く、疑いなき儲けの君と、世にもてかしずき聞こゆれど、
この匂いには並びたもうべくもあらざりければ。大方のやんごとなき思いにて、この君をば私ものにお申しかしずきたもうこと限りなし。はじめよりおしなべての上宮遣えしたまうべき際にはあらざりき。覚え、意図、やんごとなく。上手めかしけれど。割なく、松はさせたもうあまりに。去るべき、遊びの折より。何事にも、ゆえあることの、節々には。まず、もう登らせたもう。ある時には、大友ごもりすぐして、やがて、さぶらわせたまいなど。あながちに、御前去らず、もてなさせたまいしほどに。おのずから、かろき方にも、見えしよ。この巫女、生まれたまいてのちは、意と心ことにお申しをきてたれば、棒にも、要せずは、この巫女のいまうべきなんめり。と、一の巫女の女房は、おぼし疑えり。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要古語はこちらです。また、文法事項はこちらです。今回は古文常識一の巫女のお話です。一の巫女とは桐壺亭の第一巫女です。帝にはやっぱりすでに王子が生まれてたんですね。誰の腹の巫女かって？そりゃもう右大臣の娘に決まってるじゃないですか。一の巫女は右大臣の女房の御腹にてという表現がありましたが、腹というのは腹から生まれた子という意味。平安時代では奥さんが一人じゃなかったので、この子のお母さんは誰かという点も結構大事だったんですね。
そしてこの一の巫女はお母さんが右大臣の娘の女房であるということはめちゃめちゃ後ろ盾がありますよね。だから周りのみんなは一の巫女のことを疑いなき儲けの君と思ってちやほやしました。儲句が準備するという意味の重要古語なので、儲けの君とは次の天皇として準備されている君、すなわち皇太子だということです。王という語も皇太子という意味で出てきましたので、この機会に覚えておきましょう。